はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は5月1日から5月20日頃までの星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。ではいきますね。12星座共通になるんですけれども、5月のエネルギー解説をした動画は別にありますので、まだご覧になってない方はそちらもぜひご覧になってからまた戻ってきてください。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ちょっと今回大きなカードなので、もしちゃんと画像を見たいよ、絵柄をね見たいよという方は私のホームページの方でアップしていますので、そちらでご確認ください。じゃあいきますよ。ワールドです。いきなりすごいな。はい、ペンタクスの6、そしてカップナイト、ペンタクスの、ページですね。これは女帝、カップ9逆、戦車、なんか大きいし迫力あるな。気をつけることや対策がカップのエースの逆とキング、エンペラーですね。そしてオラクルはじゃん、カップ3の逆です。なるほど。本当にね、4月の末から双子座さんはもうこの勢いの中にいるっていう感じがすごくしますよ。そしてまだ5月の20日までは太陽星座っていうのが牡牛座に入っているので、ちょっとなんとなくこれまでのことを整理していくっていう形で、ご自身がガンガンに前に出ていくっていう感じじゃないかもしれません。もしくはなんかやってるんだけど実際はちゃんと前に出てやってるとか、仕事もやってるとか、役割こなしてるんだけど、なんとなく自分ではうまく回ってないような気がしたりとか、何かがまだ幕が張ってるような感じがするかもしれませんが、でもね、全然いいんです。どういう状況であれ、双子座さんはやっぱり5月のね、その20日以降太陽が双子座に入ってくるので、そこからお誕生日迎える方も出てくると思うんですけど、お誕生日の前っていうのは何か少しだけね、自分の揺さぶりがかかって、その中から不要なものを外していく、必要なものだけを残していくっていうようなことが起こる時なので、もし何かちょっと変だなと感じたとしても、それって何が大事なのか、自分が何を持っていたいのか、何を感じていたいのかっていうことを試されていると思っておいてくださいね。ただこういう時に何が起こるかっていうと、この2026年の5月ですよ。この時はおそらく双子座さんは実際は本当にお仕事だったりとか、普通に生活はうまくいってると思います。だけどなんだか乗れてないような気がしたりとか、実際はもうその道の中にいるんだけどいないかのような感じがしたりするかもしれないなと思いました。でも大丈夫なんです。これ全然問題ないんです。そしてカードで見た時に入り口がやっぱりワールドなので、もう本当にその世界にいるよっていう感じがするんです。もう今のこの世界、自分で全然乗れてないとかダメだと思ってたとしても、すでにもう始まってるよっていう感じで、自分の世界はもう始まっている、もうすでにその中にいるよっていうふうに言われてるなと思いました。なので何かもうどうですかね、今年もね4月の末過ぎて5月ですけど、やっぱり空気感変わってきてるんじゃないでしょうか。特にその4月24日以降、金星というね、この社交性とか豊かさとか愛情とかいうのも双子座に入っているので、今本当に自分が優しくなれるとか、自分に許可できるとか、自分を認められるみたいな時なので、そうできてるんじゃないでしょうか。でこのカードで見ても過去のところにカップのナイトっていうのが出ているので、自分を褒めてくれたりとか、なんか予想外に人から褒められたりとか認められたりとか、自分がこれでいいんだって思えるような流れがあったんじゃないかなと思いますよ。そして今それを戸惑いながら受け止めているみたいな感じがあり、本当にいいのかなと思いながら、でもありがたくそれ頂戴しますっていう感じもあり、ご自身の中から芽生えてきている新しい自分の価値観、もうちょっと自分をこういうふうにしてあげようとか、もしかしたら私でもこれしていいのかもとか、誰かに対して何かしてあげたいとか、そういうなんか柔らかい温かい気持ちが出てきていて、これをここから育てていきたいみたいなね、そんな感じなんです。ですごく豊かです、これは。で実際ここからの流れもまたすごく良くて、
あのね、満月もありますけど、なんでしょうね、なんかね、ちょっと待ってくださいね。5月の2日って満月なんですけど、お仕事とか日常の中で自分がやらなくちゃいけないと思っていたことが実はすごくスムーズにいくとかですね、自分がこれできてるできてないっていう評価は全然関係なく、自分がやってることっていうのがスムーズに流れて他者の流れと同調していくみたいな感じがあるので、他者から感謝されやすいとか、自分の力じゃなくこれ運なんじゃないって言いたくなるような感覚かもしれません。でさらにその全体のところでも言ったんですけど、5月5日あたりっていうのもすごく広がっていくエネルギーも強いですし、でこれ結構一人じゃなくて誰かと関わって広がっていくっていうのがあるんですね。一人自分で自分のために何かをするっていうこの一馬力じゃないですか。でもそれが誰かと関わることによってなんか10馬力にも20馬力にもなるみたいな、どんどん膨らんでいく感じがあるんです。なので何かを始めようとしていることに関してはすごく勢いがあってとてもいい流れです。でその5月11日のね、私がキーポイントだよって言った5月11日のポイントも双子座さんにとってこれ特にお仕事面で出そうだなって感じがします。本当に自分がやるべきことに着手していく、もしくは本当にやるべき世界、自分が生かされる世界に導かれていくみたいな、そんな流れがあると思うんですね。でそれをカードもすごく示していて、すごいいいわけです。今自分の中にあるものが出てきてるし、ここからまたそれが膨らんでくる、まるでその妊娠した人がどんどんお腹の中で赤ちゃんが育っていくような感じで、可能性というものや愛情や何か価値あるものがどんどん膨らんでくる。そしてこの膨らんでる感覚を見てまた自分も豊かな気持ちになっている。そしてこの豊かな気持ちで今の現実を見てみたら、こんなにも私は人に恵まれていたとか、こんなにも助けられていたとか、なんか普通に寝る場所があるって幸せだなとか、その今の自分にもすごく感謝できているということで、なんか相乗効果で物事がうまくいってる感じがするんです。で喜びもたくさんあります。もうカップのエースでカップの9じゃないですか。でさらにその後戦車ということで、もうやっていきますみたいなものすごい力強いカードが出てます。もう多少問題があったとしてももうこの流れは行くしかないみたいな感じだし、強いてあげればなんですけど、あのすごくゆっくりと丁寧に一つ一つを感じて喜びとか体感して、それで次に行くっていうのも美味しいんですけど、ちょっと流れが早すぎてすごく感動したいんだけど、もう次、また次のこの感動が、この喜びが、また次みたいな感じでもうザーッと流れていくっていうような感覚で、こうそのゆっくり落ち着いて味わうっていうことがなかなかしにくいのかなって感じがしますけど、それだけたくさんのもうどのように物事が展開したとしても嬉しいっていう感じですね。そうね、こんななんかありがたいことってありますって感じしません？喜び事がたくさんありすぎて一つ一つ感じる暇がないぐらいいろんな種類の喜びがあるってすごくいいことですよね。なんかそれを落ち着いて感じたらめちゃくちゃ豊かなんですけど、なんか効率よく回そうとして終わったはい次はい終わったはい次ってやってると感じる暇ないみたいな感じがあるので、それだけがなんとなくもったいないなっていう感じがちょっとしました。やっぱりカップの3っていうのも、オラクルで出てるんですけど、これも実はみんなで喜んでるみたいな感じなわけです。祝福をあげているとかね。なんだけど私から見るとちょっと逆で、そのなんていうのかな、こう一連のこの流れが全部が連なってて、まだ終わってないんだけどどこでなんか止めて感じますかみたいな感じがあり、途中で止めて感じたらいやまだまだなんですよ、まだこれ成功してないんでまだ途中なんでって、この辺で止めてもいやこれまだ終わってないんですよみたいな感じで、どこまで行っても終わりじゃないんだけど、でも一つ一つを見たらそれが全部連なったらもちろんそれはもう素晴らしいことなんですけど、一つ一つこう断片的に見るとうまくいってないと思うようなことも、実はものすごいそれって一つ一つが喜びであって全部連なって自分が生かされているっていう感じなんですよね。なのでその喜ぶ余裕がないっていうのが印象でした、このカードの。
でもすごく力を発揮できるエンペラーというカードも出てますし、で実際に何とでもなるって感じで出てるんですよね。もし何か危惧してることがあったとしても、例えば経済的なことでどうしようやっていけるかなと思ったとしても、いや何とでもなるっていう感じでしょうか。その金銭のやり取りのプラスマイナスゼロとか、こんだけ入ってくるからこんだけやるとかではなくって、自分ができることをただやっていくと、それは巡り巡っていろんな形で入ってくるから、こう目の前のことで生産してなかったとしても本当に後ろ側からいろんなものが入ってくるっていう感じがあるので、全く心配しなくていいし、今はその自分が何を得られるかとか、どれだけのものがあるかっていうことを確かめるよりも、とにかく行きましょうみたいな感じで進んでる感じもあり、めちゃくちゃスピード感がありますね。すごい。で強いてあげるとですけど、今ねその火星がお羊座に入っていて、チームで動くとか、この流れでみんなで行くみたいな感じがあるんですけど、5月の19日から大牛座に入ってくるんですよね、火星がね。なのでちょっとそこから少しペースを落として、落としてっていうよりも気持ち的にゆっくりめにして、気持ち的に落ち着きながら進んでいくっていう感じです。でも5月のね20日以降また金運っていうのも上がりますし、それまでもないわけじゃないんですよ、全然。だからとってもやっぱり大きな虹の中にいるっていうのかな。外例えば空を見てすごい大きな虹がかかってたら、わーすごいとか、わー綺麗って思うじゃないですか。でも本当に虹の中にいたら、単に粒子が水蒸気とかがあるだけで自分が虹だってわからないみたいな感じで、今すごく大きな流れの中に双子座さんいて、もうすでにその中にいるし、そこからご自身も何かが変わろうとしてる、生まれようとしてるんだけど、本当のその良さっていうのがまだわからないって感じかもしれませんね。それがおそらく5月の21日以降ですね、お誕生日を迎える頃から晴れやかになってくるとか、見えてくる形、現実が見えてくるっていうのもあるかもしれません。どうですか？珍しくこんなにいい風に振り切ってるって感じがしますね。誰だってねネガティブになる時もあるだろうし、そっちに思いたい時もあるけど、今言われてるのは本当に虹の中にいるっていう感じかな。豊かさの中にいるって感じがしますよ。でもしいやそうは言ってもねって乗れてないんですよ私っていう方もしいらっしゃったとしても、いつからでも修正できます。ちょっと違ったなと思ったらまたすぐに変えるとか、自分にとってプラスになることをぜひ一つでもね何かしていってくださいね。今どっちの方向でもいいんです。ちょんってやればそっちに進んでいく、ちょんってやればそっちに進んでいくっていう流れがあるから、いつでも自分にとって本当にいいなと思うことを自分に与えてあげてくださいね。習慣でもいいしね、一つの言葉がけでもいいし。ちょっとこの上でこれを踏まえた上でお仕事見てみますね。吊るし人、女教皇、ワンドさんということで、お仕事に関しても、全体運に関しても人間関係もそうなんですけども、全体的にとにかくもう全部をひっくるめて動いているっていう感じなんですけど、お仕事ってなった時にどうしても思考で、これはこうしたらこんなメリットがある、これをこうなったらこんなデメリットがあるとかリスクがあるとかっていうことをやっぱり戦略を練るというかね、そういうのを考え出すとそういう戦略を練ったりリスクヘッジしたり考えることで安心したいんだっていう感じがあるし、それでもやっていけなくはないんですけれども、今のメッセージとしてはですね、そうやって考えてリスクを減らして進んでいくということ自体が実は自分の可能性も少し狭めていますっていう感じで言われてるなという感じがしたんです。もしもですけど、今自分が動きたくても動けないとか、お仕事が思ってるほど流れていないとかうまくいってないと思う方がいらっしゃったとしたら、その状況の中で気づくことがあるっていうふうに言われていて、わざとストップするっていうのかな、わざと止めさせられて、そこで大事なものを見つけてから行くんだよみたいな感じのメッセージなんです。この吊るし人っていうのは
まさにそんな感じなんです。まだ気づいてない何かがあるよって、気づいてないからこそその状況になってるんだよっていうメッセージなんですね。でもとってもやっぱり双子座さんって頭のいい方とか器用な方が多いと思うから、こういうふうにこういろんな策を練って、こっちがダメならこっち、こっちがダメならこっちっていうことでやっていけるし、お仕事も一つだけじゃなくて、こう2つのこと、副業をやってみたりとか、いろんな可能性っていうのを探して今広げていってるところだなと思いますし、実際ワンドの3が出てるってことはそれが実際うまくいく、333っていうのも出てますし、全然それが広がっていくよっていう可能性は大いにあります。でもなんか本当可能性を狭めないって感じが、狭めないようにした方がいいんだなって感じがしました。よくあることで、例えばお仕事だったらなんか売上いくらとか、こういう状況になっているっていうことで目標を掲げることで、目標を掲げる方がうまくいく可能性って上がるとは思うんですけど、それが王道のやり方としてね。だけど今この時っていうね、本当に何がどう展開するか分かんないよっていう時だからこそ、その自分が決めた目標以外の可能性だってすごく広がってるから、どこでどう世界が広がるか分からないので、今の状況の中で感じてみてねっていうのがメッセージだなと思ったんです。自分がうまくいってないともし思うなら、何に気づくべきなんだろうって感じもするし、もし今ご自身がすごくうまくいってますだったら、その状況の中でだからこそ何に気づくんだろうみたいな感じで思っていただくと、すごくヒントが来るなと思いました。ただ何度もそう感じるのは、結果や目標は一つじゃないっていうことと、やり方も一つじゃないっていうことと、可能性も一つじゃないっていうふうにお仕事では非常に言われてる気がしました。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係、ワンドのクイーン、カップの6、ペンタクルスの8ということで、関係性もとてもいいです。なんかこう昔からの知り合いとか幼なじみとか、もしくはそうやって心を許せる人たちとの交流っていうのもすごくありそうで、なおかつやっぱり仕事を通しての人間関係も強いのかなっていう感じがあって、非常にその双子座さんが持ってらっしゃるその才能とか能力とかあり方っていうところに惹かれて寄ってくる人たちもいるっていう感じもしますし、なんか一緒に何かやりましょうみたいな感じでこう一緒にこう積み上げていくような関係性がありますね。いいですね。なんかそこに何の争いもないし、なんか傷つくみたいなそんなのも一切ないし、とても優しい気持ちの交流があるっていう感じがしました。いや、いいですよ。とってもなんかこのカードのデッキがね、少し濃いからなんか暗く見えるかもしれないけど、実はめちゃくちゃいいカードが展開されてますので、この今の流れをぜひ感じてみてくださいね。今の自分のこの状況の中で何が生まれようとしているのか、どんな豊かさがあるのか、そしてどういうふうにこう循環しているのか、そのいいことが、そこになんか目を向けることで、こう一時的なちょっとした詰まりとかそんなの全然関係ないって感じがしてて、人と関わることによって、さっき言った可能性が何倍にもなる感じがします。はい、ちょっとこれで最後にね1枚オラクルカードを引いてみようと思います。もし何かここまでの流れで通じたよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。双子座さん警戒だな。これかな。はい、どうでしょう。このカード、ティーチャーというカードが出てきました。何かを学んでいくこともとてもいいと思いますし、もしかしたらご自身が教える側になるかもしれないし、とにかく新しい道ができるよっていうふうに言われてますね。これまで得てきた知識をもっと使えるきっかけが来るのかもしれませんしね。はい、ということで今回もありがとうございました。また人間関係の動画またすぐにできるだけ早くアップしてますので楽しみにしててください。では失礼します。